レモンレポートへようこそ。今回は初心者様必見20の儲けの秘訣を分かりやすく解説。儲かる投資のルールとしてレモンのオプション取引の考え方やスタンスを紹介していくよ。レモンレポートの取説みたいな感じ？むしろオプション取引の公理と言って良いと思うよ。計算や図解は出てこないからリラックスして聞いてね。散歩でもしながら聞き流しで OK だよ。でも内容は徐々にディープになっていくよ。特に後半は重要な内容が続くから絶対に最後まで聞いてね。動画の最後に初心者様があれこれ手出して遠回りすることがないように、レモンが考えるまず一番最初にこれをマスターしろっていうか、マスターしとかないとやばい具体的なオプションスプレッド戦略を話していくよ。レモンが質問に答えるコーナーもあるから楽しみにしてね。みんなトレード1本で食っていけるほどのパフォーマンスを上げたいよね。でも最初は手探りで失敗ばかり。残ったのは損失の山。レモンも最初は教科書をたくさん読んで実践するも全く稼げず、自己流でやっては失敗しての繰り返しだったから、みんなの苦悩はよくわかるよ。コツコツ土管の無限ループだったね。そうそう。教科書を読んで自己流で実践するってこの方法自体がそもそもオプション取引が上達しない根本的な原因だったんだ。結局マーケットに命銭をかけて専業でやっているベテランのトレーダーが普段から何を見てどのように思考し何を重要視しているのか、そういった基本的な心得が全く分かっていなかったんだ。教科書を読んでトレード形だけ取り繕っても結果は残せないということさ。レモンも今日話すような心得を先輩トレーダーから教えてもらわなかったら今のようなレベルでオプション取引で生活など到底できていないと思う。レモンのような遠回りは時間とお金の無駄だ。だからみんなにまずこれだけは絶対に伝えておきたいという内容を厳選して今回の動画に詰め込んだよ。レモンレポートでは今回紹介する方法以外にも教科書には決して書かれることはないオプショントレードの真実や専業でこれまで培った生き残るために必要な正しい知識を紹介していくよ。気になる人は今のうちにチャンネル登録しておいてね。質問や動画のリクエストがあればどんどんコメントしてね。それでは行ってみよう。チンチロリンっていう賭博は知ってる？もちろんよく知ってますとも。忘れもしない。マジで大騒ぎだったんだからね。あれ、何この既視感。なんで私知ってるの？江戸時代の掛け事だよね。ああ、デジャブだよ。まあその話は長くなるからまたいずれね。チンチロリンは3つの際を使うよ。際はサイコロのことね。陶器の茶碗や丼などに投げ入れて親と子の間で際の出目に応じた配当をやり取りする日本の古典的なギャンブルだね。親と子は胴元とかけてってことね。際を振った時にチンチロリンとなるからそのままの名前になったよ。このゲームは長反賭博やカジノ、競馬、パチンコなどのように賭場やハウスや胴元、親が賭けの流れを独占するギャンブルではないんだ。親は子より優位な期待値を持ってはいるけど、回り道と言われるルールにより親の権利は賭けに参加している皆に順番に巡ってくるよ。この回り道のルールにより短期的には親が優位にあっても長期的な期待値は参加者全員に公正でニュートラルだよ。オプションと全く関係ないこと喋り出したと思ってるなみやび。思ってるけど。思ってるのかよ。後で話つながってくるんでしょ。黙ってるから好きなだけ語りなさい。よしわかった。今日はエモンのフリートークだ。チンチロリンはゲームの手軽さと公平性から仲間内で気軽に行われたよ。諸場代や手数料も不要だからみんなに公正なゼロサムゲームと言えるよ。ゼロサムゲームは勝者の利益と敗者の損失をサムするとゼロになる賭けのことだよ。3つの際を器の中に投げ入れる行為で賭けのランダム性を確保してまた勝負ごとに際を振り直すから過去のゲームによる勝敗に従属性はなく完全な独立思考のゲームだよ。2、平均の法則。チンチロリンは公正なゼロサムゲームだから平均の法則により確率論的に勝敗は50-50になるよ。でも実際の結果が50-50となることはほとんどないんだ。大抵はどちらかに隔たりを生じた結果となり時に公正なランダム事象とは思えないほど大きく偏ることもあるよ。ギャンブルをしていてこのような経験がある人も多いんじゃないかな。これはプレーを長時間続けるほど勝敗の回数は50-50の期待値から遠ざかりその標準偏差は期待値の外側に向かって永久に拡大を続けることになるよ。一般的に信じられている試行回数を増やせば期待値は収束するという感覚とは真逆だけどこれも平均の法則。
一日中ボーダー打ってもプラスにならない原因はこれか。おいやめろ。このような確率論と現実の結果が異なる現象は親や子の立場にかかわらず出現するから、それを賭けの参加者が意図して操作することはできないよ。我々はこの現象を固く言えば確率の歪み、確率のいたずら、拡散と収束、ランダム過程における不確実性などというよ。平たく言えば場の流れ、波、運、月、引きなどと感覚的抽象的に表現しているよ。ともかくこの現象のおかげで全ての賭けが終わった時点で、その時実際の結果が期待値通りになっているとは限らないんだ。賭けの結果は期待通り計算通りにいくこともあればいかないこともある。平均の法則は自分に有利に働くこともあれば不利に作用することもあるということだね。ケンするチンチロリンのルールでは、回り道で巡ってきた親の権利、親番を放棄することができ、また子も好きな時に勝負をパスすることができるよ。親が親番を放棄すること、子が勝負をパスすること、これらをケンするというよ。ケンするとはすなわち賭けずに様子見すること。それはランダム過程における運、月、引きと言われる操作不能な運命を自己判断でケンすることにより、場の流れや波を変える試み、もしくは自分の勝機に潮の目が変わるまで待つこと。チンチロリンは親に優位性がある。それでも親番をケンするということは、そのものはよほど月に見放されていると自覚していることになるよ。また子が勝負をケンするということは、その時の親は強力な引きに恵まれているに違いないよ。月がない親に対して子は勝機ありと掛け金を増やして強気に出る。だから月がない者のもとに親番が巡ってくると、それをケンしてやり過ごすよ。月がある者に親番が巡ってくると、子は勝ち目なしと勝負をケンするよ。月がなくケンを続けていた者が他の者の引きが悪くなったと判断すれば、その者に対してケンをやめ強気に転じるよ。勝負を見送るという強気。常に賭けに参加していたり、月がないのに掛け金を増やすのは賭けベタだ。場の流れ、波を読み、自分は勝負に対して強気に出るのか弱気に出るのか、どうしたら自分に有利な場の流れ、波、運、月、引きを引き寄せることができるのか。チンチロリンでは剣をうまく使えなければ勝てないんだ。読みを違えた時に一旦冷静になるため、自分の勝機に潮の目が変わるまで確実に待てするため、勝負を見送るという強気。賭けの極意は剣にあり。レモン、マーケットの雰囲気を大切にしてるよね。レーダーが反応とか、チャンスが巡ってくるまで何もしないとか。レベル188の動画で何をするかより何をしないかの方が重要と言ったね。古いやり方かもしれないけど、人力でやる以上は場の雰囲気を読む力は重要だと思うよ。準備はしっかり整えておいて、あとは勝てると確信が持てる状況に変わるまでじっと剣していることだよ。年率 30% 程度の運用には興味がない。さあいよいよディープな内容になってくるよ。ファンドや投信などでは年率 30% で運用できれば優秀と言われるよ。一つのファンドで数百億円から数千億円の資金規模だから、この運用の難しさは実際に運用を行っている人にしかわからない。また年率 30% の運用成績がどれほど優秀なものであるのかもわからない。富裕層の運用先は安定的な国債や定期預金などが先行される傾向があることは知ってるね。これは資金が潤沢であるため、年率換算 1% 以下の低運用でも十分な利益が取れ、むしろ元本割れリスクが低い方が良いと考えるからだよ。一方で潤沢な資金を持たないトレーダーは、信用取引や商品先物、FX、CFD といった高いレバレッジが効いたハイリスクハイリターンの金融商品を先行する傾向があるよ。富裕層が好むようなローリスクローリターンの運用を少資金で行ってもいつまでたっても埒が明かないというのが正直なところだよ。ここで一つ確実に言えることは、富裕層が行う年率 1% の運用や、さらには優秀なファンドマネージャーのような年率 30% の運用は少資金のトレーダーにとって全く望ましいものではない。はっきり言ってしまえば一切興味がないということだよ。実際我々個人トレーダーにとって年率 30% 程度の運用成績などは珍しくもなくお世辞にも胸を張れるパフォーマンスとは言えないだろう。これ見たことか。分かりきった結果だろう。体裁を繕いどんなに謙虚に唱えていても我々は短期間で大きな利益が出ることを切望している。虎視眈々とその機会を狙っていて、年率 100% はおろか
数千%数万%といった良識のある人から見ればまるで馬鹿げているとも思える目標を立てて真剣に取り組んでいるんだよ。一応こんなありがちな感じの計算上の根拠はあるよ。1年間250営業日としてデートレで毎日プラス 1% の運用をしていく。翌日もまた翌日も毎営業日プラス 1% の複利運用で資金を積み増していく。すると当初100万円の資金は1年後におよそ1000万円を達成する。この複利運用をさらにもう1年間続ければ資金は1億円を達成する。またスイング派はこう計算するよ。レバレッジを3倍効かせ2倍銘柄に立った4回乗れれば100万円の資金は2億5000万円を超える。新興市場に赴けば2倍銘柄など珍しくはないから達成までに2年かけても十分な運用率と言えるよ。このように少資金の個人は短期間に資金を数十倍数百倍にするという良識のある人から見ればまるで馬鹿げていることを真面目に考え目標にしているんだよ。もちろんこの目標は机上の空論であってほとんどの個人トレーダーは虎の子の資金を失って敗退していく。そして常識人はこれ見たことか分かりきった結果だろうと呆れ下げすむんだ。そしてやっぱり急がば回れで S&P500 かオールカントリーのインデックス運用が投資の最適解だと猛反省する。一番最悪なトレーダー。しかし中にはこの馬鹿げた机上の空論を現実に変えてしまう個人トレーダーが実在する。そして夢見る新人トレーダーは神だ伝説だと崇めその秘密を知りたがる。もちろん蓋を開けてみればそこには洗練された手法もクソもなくまた高度な資金管理技術もへったくれもない。相場が良かっただけか運が良かっただけかただ突っ張り勝負に勝っただけかごく一部の長年生き残っている天才を除いて短期間で大きな利益という偉業の正体など大抵はそんなもんだ。資金運用のリスクとリターンはトレードオフの関係にある以上一番金持ちのトレーダーが一番最悪なトレーダーだという格言があるけどこれは本当なんだよ。でも一番最悪なトレーダーと言われても良いと思うんだよね。相場は強い者が勝つのではなく勝った者が強い世界。我々は利益を出すこといや短期間で大きな利益を出すことが正直なところのマーケットの参加目的なんだから投資の常識などどうでもいい。最悪だろうが最良だろうが勝てば何でもいいんだよ。ただし馬鹿げたことでも真剣に決して事前準備は怠らないことだよ。バカ真面目に懸命にオプション取引を使えばそれは非現実的な目標を達成する最も現実的な手段になり得るかもしれない。オプション取引のレバレッジは非常に高くそして銘柄数は少なく短時間に価格が2倍または2分の1になることなどザラなのだから。堅物トレーダーと大胆トレーダー相場の捉え方は人それぞれでどちらにしてもオプション取引は他のどの市場よりもうってつけのマーケットになるよ。堅物トレーダーにとってオプション理論や精密なグリークスや資金管理は非常に重要なこと。基本のグリークスだけでは物足りずボンマ、バンナ、スピードといった工事グリークスまで引っ張り出すアカデミックなトレーダーもいるよ。しかし大胆トレーダーにとってはデルタは愚かタイムディケイもボラティリティもそんな七面倒くさい話などどうでもよいんだ。結局相場は稼いだ者勝ちの世界。デルタもしくはガンマをニュートラルに価格変動リスクを消しセータもしくはボラティリティを抜くなどと真面目にオプション取引を行っているのはおそらく一部のトレーダーだけであって多くのトレーダーはオプション理論にとらわれずさっき言った馬鹿げているような大胆な方法でもとにかく利益になれば何でも良いと考えているのが本心ではないかな。お互い様大胆トレーダーが注視するのはポジションを取った時のプライスと閉じた時のプライスすなわちオプション価格の変動そのものだ。個別株銘柄の中から2倍もしくは2分の1となる株を探すのは困難なことだけどオプション市場では基本的にはコールまたはプットの買いと売りしかなく短期間に価格が2倍や2分の1は愚か10倍や10分の1になることなどザラ。大胆トレーダーはそういったオプションの激しい価格変動に対して臨機応変に対応して変幻自在に戦略を操り何の理論にとらわれるわけでもなくオプション市場を走り回り順に利益になると思ったことだけを機敏に実行していく。例えば日経先物は大幅に下落すると大胆トレーダーが考えれば先物を売りコールを裸売りしプットを裸買いする。ただ先物の大幅な下落にポジションの全てをかけるんだ。オプション取引の定石からすればコ
こんなものはスプレッドと呼べない、まさにめちゃくちゃなポジションだ。堅物トレーダーはそんなやり方ではオプション取引じゃ稼げないよ。最低ポジションでもなければボラティリティも考えていない。それはオプション取引とは言わないよと小バカにする。そして諭すようにこう続けるんだ。いいかい。先物を売ったらコールも買ってデルタを消す。プットを買ったら先物も買ってデルタを消す。デルタヘッジと言うんだ。これオプション取引の基本中の基本ね。もっと高度に組むこともできるけど、例えばこんな感じで理論ずくめで堅物トレードこそがオプション取引と言わんばかりに他のマーケットより知的で高度な取引であるというある種の優越感すら感じているよ。それはそれで別にいいんだけど、実のところそれはお互い様。相場は稼いだものが勝ち。やっぱり相場は稼いだものが勝ちの世界。堅物トレーダーが堅物的なオプション取引の方法で全員儲けているかといえば決してそんなこともなく、勝てないやつは何をやっても勝てない。それもお互い様。何が言いたいかというと、人それぞれどんな方法でトレードを行っても良いのだよということ。ただ儲けることが目的なわけだから稼げなくては意味がない。結局堅物トレードでも大胆トレードでもどちらか一方に偏るわけでもなく、相場の状況次第で臨機応変、変幻自在なトレードを行っているトレーダーが一番強いように感じるよ。日経先物は大幅に下落すると考えているのなら、ボラティリティも上昇すると考えるのが妥当だね。その場合先物の売りとプットの裸買いをする大胆トレーダーの行動は理解ができるね。でもコール裸売りのポジションは明らかに非効率だよ。それも極めて非効率。なぜ？この理由がわからない大胆トレーダーはボラティリティがオプションプレミアムに与える影響の理解が全くないと言えるよ。単に大胆なだけで雑にオプションをいじるくらいなら、少しは堅物トレーダーの話にも耳を傾けた方が良いね。儲けるためには堅物理論も必要だろうし、アカデミックな部分にとらわれない大胆さも要求されるんだろう。知識を取捨選択して利用できるオプション特性はとことん利用し、また大相場では FX や先物のように方向性も考えて機動的にポジションを扱う。稼ぐことに特化した実践的なトレードとはそういうものじゃないかなとエモンは思っているよ。さあ折り返しだよ。最後までついてきてね。儲かってる人が正しく、また勝者である。金融工学とはそもそも異なる銘柄、現月、市場などの鞘の理論をもとに展開するもので、その中核となるオプション取引も当然のように鞘取り中心の戦略、戦術になるよ。故にその戦略、戦術にはデルタ、ガンマ、セータにベガといった価格決定変数、タイムディケイやボラティリティなどどうしても理論的な内容がつきまとう。堅物トレーダーのようにゴリゴリまでいかずとも、これらの理論の最低限のレベルでも習得しなければオプション市場では玉を自由に操ることなどはできないんだ。しかし逆に理論に精通しているからといってそれでマーケットで勝ち残れるわけでもない。オプションはわずか数日、数時間、いや数分といった短期間の間に価格が数倍、数十倍、時には数百倍、またはその逆で数分の1、数十分の1となる。他のどの取引にも見られない特性を金融工学より授かっている。理論面は置いといて、とりあえず短期間の間に価格が大きく変動する可能性があるというだけで、まるで個別株や先物や FX の取引を扱うかのようにオプションを操る大胆トレーダーもそれで稼げるのであれば何ら問題はない。さっき話した通り、堅物トレーダーであれ、大胆トレーダーであれ、個々のトレーダーがどのような方法で取引を行うかは十人十色であり、利益を生み出す決定的な取引方法が存在しない以上、儲かってる人が正しく、また勝者であるとしか言えないね。オプション特性を巧みに利用してこそ、日経平均先物が大きく上昇し、新高値を更新すれば、コールオプションのプレミアムは高騰し、プットオプションのプレミアムは崩落する。それが連日連投の強い上昇トレンドなのであれば、ボラティリティは拡大し、コールオプションのプレミアム高騰はさらに加速するし、プットオプションのプレミアムの崩落には歯止めがかかるよ。日経225オプション取引は、日経平均先物の価格変動や、ボラティリティなどの作用により、わずか数円のクズのようなオプションが短期間に数十円、数百円と高騰し、また数百円の価値を持つオプションが短期間に数十円、数円へと崩落する。その可能性、チャンスは考えているよりも多いもの。こ
このようにオプション価格とはオプション特性を持ってそのような荒い値動きをするものだと最初から分かっていれば、そんなものは日々日常当たり前の出来事であるのだから、その特性を巧みに利用してやればよいのであって、特に何も問題はない。逆にオプションの買いでも売りでもこんなはずではなかったと大きな損失を出すのは、こうしたオプション特性を知らずか知ったつもりだったか、オプションを触ってしまっているのだから。それはもう堅物トレーダーでも大胆トレーダーでもないよね。プロもアマも若輩もフルツワモノも皆同じテーブルに金を置き、真剣勝負をしているのだから、ルールも知らずか知ったつもりでかかけるなんて、カモだね養分だねと小バカにされても仕方がないことだよ。さっきの例で日経平均先物に強い上昇トレンドが発生する事前でも事後でも、堅物トレーダーと大胆トレーダーが共通して取るべきオプション戦略は、オプション特性を巧みに利用してこそなんだ。日経平均先物と日経225オプション。日経225オプションの原資産市場は日経平均株価だよ。確かに S q で日経平均株価を基準に生産されるから、これは紛れもなく正しい。しかし日経平均株価が動く時間は朝の9時から15時まで、しかもランチタイムもしっかり1時間取るという、所詮1日24時間のうち4分の1以下の時間しか動かない指数だね。1日の大半が機能停止している原資産市場は日経225オプションにとって都合が悪い。よって日経平均株価が機能停止している夜間などは日経平均先物を基準にオプション価格の値付けがされているのが現状だよ。日経平均先物と日経225オプションの取引時間はほぼ丸1日をカバーしているから、お互いに強い最低関係にあると言えるね。日経平均先物を買うかコールを買うかプットを売るか、ここで考えられることは、日経平均先物の動きを睨みながらそれに合わせたオプションのポジションを取り、利益を上げることができる可能性だね。例えば日経平均先物が上昇すると考えるならばコールを買うかプットを売り、下落すると考えるならばプットを買うかコールを売るといった具合だよ。日経平均先物の今後の値動きを予想してオプションを取引するなら、日経平均先物そのものを売買してしまえば良いという人もいるけど、パラメータがデルタしかない日経平均先物と変化するデルタを持ち、タイムディケイやボラティリティまで絡んでくるオプション取引とではそもそも全く異なるデリバティブ取引なのだから、どちらが良いと安易に比較することはできないね。やっぱりオプション特性を巧みに利用してこそ、日経平均先物の損益は単純にポジションの持ち値から離れた値幅に等しくなる。一方オプション外の最大損失はオプションプレミアムに等しく、オプション売りの最大利益はオプションプレミアムに等しくなる。要するにオプション外はどれだけポジションが逆行しても損失は限定され、巡航した際の利益は限定されない代わりに、時間経過や1未満のデルタという非常に不利な条件を受け入れないといけない。一方オプション売りは時間経過や1未満のデルタという非常に有利な恩恵を受ける代わりに、逆行による損失は限定されず、最大利益はどれだけポジションが巡航してもプレミアムに限定されるね。強烈な上昇トレンドが調整局面を迎え、高騰したボラティリティが低下しているのなら、それは来たるトレンド復帰に向けて安くコール買いを仕込むチャンスとなるかもしれない。また急落でボラティリティが吹き上がっているものの先物の下落は一時的なものと考えているのなら、それはプレミアムがもりもり乗った割高なプットを売る絶好の機会となるかもしれない。レベル188で完全解説したように、ガンマが最大値を取るのは記事化の ATM のオプションであり、 OTM から ITM していく過程でガンマ値は急騰する。ベガは木先になるほど高いが変動は緩慢、セータは満期に向けて無慈悲に加速していく。このようなオプション特性を理解してうまく利用し、加えて日経平均先物の今後の値動きを考えて利益の出るポジションを構築していくことは非常に重要なことになるよ。やっぱりオプション特性を巧みに利用してこそなんだ。十分な結果を積み上げていくために、日経平均先物を買うかコールを買うかプットを売るかという問いに対する答えはどれも違う結果となるわけだから、様々な要因を踏まえその時々で最良と思われる判断をしていくしかないとしか言えないね。オプションを単にデルタニュートラル戦略として早取りすること。また上がると思うからコールを買うかプットを売る、下げると思うからコールを売るかプットを買う。
こんなことはセミナー動画を見たり教科書を読めば今すぐ誰にでもできることなんだから。レモンレポートを見に来てくれている頭の良いみんなはそんなオプション取引の表面だけを舐め取ったような薄い内容に興味はないだろう。例えば最も人気の高いスプレッドの一つであるプットバックスプレッド、多くの教科書では相場の下落で利益が出るポジションと説明されているね。理論的にはそれで間違いないよ。しかし実際にプットバックスプレッドを組んで予想通りに日経平均先物が下落しても大きな含み損を抱えてしまった経験を持っている人も多いんじゃないかな。素直に先物を売っておけば利益となったものの、なぜこうなるのか。プットバックスプレッドは単に相場の下落だけでは利益は出ないんだよ。同じようにカバードコール、ある程度の下落ならカバーできると教科書では解説されているね。現物や先物のロングポジションの下落をコール売りでカバーしているつもりが、実際に相場がちょっと下落しただけで両方で損失が出始め、やがてもう少し相場が下落すると盛大なまた先となってしまった経験を持っている人も多いんじゃないかな。ある程度の下落すらもカバーできないなんて損の上塗りをしただけなので悪夢だよね。先物の下落でコール価格が上がるとは感覚に反した出来事だけど、カバードコールは単に組めばそれでカバーできるとは限らないんだよ。長年のオプショントレーダーの猛者はプットバックスプレッドもカバードコールも教科書に書かれているような意図でポジションを取ることはほぼないよ。目標達成に向けて長期的に十分な結果を積み上げていくためには、オプション取引を単に上げ下げの賭けや単なるスプレッド取引で終わらせず、マーケットの動向を睨みつつ、さっき話したようにオプション特性を考え、一歩踏み込んだポジションを組んでいかなければならないんだ。わざわざオプション取引を目標達成の手段として使う最大の理由は、一歩踏み込んだ先の大きな優位性に期待しているからなんだよ。ここら辺をどこよりも詳しく、そして分かりやすく解説していくのがみんなが求めるエモンレポートだと思うし、存在意義だと思っているよ。いつかエモンレポートと出会えて本当に良かったと言ってもらいたいからね。ラッセル・セイジ。1800年代後半に活躍した米国の投機家ラッセル・セイジはオプション取引の始祖と言われているよ。セイジはオプション取引において歴史に残る偉大な取引手法を開発して、その応用技術は現在でも多くのトレーダーに活用されているよ。当時、鉄道株を中心に投機を行っていたセイジは、株価とオプション価格と金利に一定の最低関係が成り立つことを発見。これがコンバージョンとリバーサル、リバースコンバージョンだよ。この発見によりオプションの値付けやコールプット間のポジション変換が容易にできるようになり、何よりも多くのアービトラージャーがオプション市場に参入するようになり、当時は閑散としていたオプション市場で多大な流動性を生み出すことに貢献したよ。コンバージョンとリバーサル。コンバージョンとリバーサルのポジション構成はこのようになるよ。コンバージョンイコール原資産または先物買いプラスコール売りプラスプット買い。リバーサルイコール原資産または先物売りプラスコール買いプラスプット売り。ただしコールとプットは同一の現月かつ同一のストライク。そしてコンバージョンの優位性は以下の公式により成立するよ。ゼロ小なりコール価格マイナスプット価格マイナス原資産または先物価格マイナスストライク。原資産または先物市場とオプション市場でこの公式が成立する場合、トレーダーは迷わずコンバージョンを仕掛けることを考えるべきだよ。なぜならこの合成ポジションは今の式の利益分を確保したまま、デルタや他のグリークスを打ち消している最低ポジションだからだよ。リバーサルの場合はコンバージョンの逆だね。みんなにぜひやってもらいたいのは、試しにスマイルキャッチャーでコンバージョンとリバーサルのポジションを組んでみることだよ。グリークスはフルフラットの状態となり、それは満期まで変動しないよ。スマイルキャッチャーを持っていない人は、ブログのエモンレポートの説明を読んでゲットしてね。同じ理屈により、プットコールパリティのエスケープも説明することができるよ。ここら辺は PR0012 のこの動画で詳しく解説した通りだね。アルゴリズムが瞬時に取っていく。今話したようにコンバージョンやリバーサルを実行することで利益が生まれる仕組みは単純だね。現在もしマーケットにこのような最低の機会が生じれば瞬時にアルゴリズムが取っていくよ。またこの場合注文スプレッドや手数料で消えてしまうほど利益は小さく、現実に個人投資家が実行することは不可能だ。逆に言えばアルゴリズム取引による強力な最低が働いていることで安定したオプション市場が供給されていると言えるよ。初心者がまず取り組むべきスプレッド戦略。
さて、もう勘のいいみんなのことだから気がついている人もいると思うけど、コンバージョンとリバーサルのポジション構成のコールとプットの権利行使価格を OTM にずらすと、それぞれフルヘッジベアシンセティック、フルヘッジブルシンセティックになるよ。シンセティック系は安定感があるスプレッドだね。レンジ相場でのスマイルカーブの変化から手堅く取りたい時に活用される非常に有用なスプレッドだよ。スマイルカーブはこのチャンネルのライブ配信で見れるよ。レンジ相場の加減では、下げの P ハゲ C 盛りしてきたスマイルカーブを逆張りし、今度は先物反発上昇による上げの P 盛り C ハゲとなることを期待して、フルヘッジベアシンセティックを組むよ。レンジ相場の上限では、上げの P 盛り C ハゲしてきたスマイルカーブを逆張りし、今度は先物反落による下げの P ハゲ C 盛りとなることに期待して、フルヘッジブルシンセティックを組むよ。これがフルヘッジベアシンセティックとフルヘッジブルシンセティックの基本的な考え方だね。レベル192の動画で詳しく解説したスライド効果を利用したオプションボラティリティトレードだよ。スマイルカーブのシーソーゲームだね。実践的にはその時の地合いや相場感、トレーダーの好みでグリークスにウェイトをつけて組まれることが多く、必ずしもコールとプットのデルタがきれいに対称であったり、ポジションサイズが1対1でデルタもニュートラルである必要はないんだ。フルヘッジベアシンセティックとフルヘッジブルシンセティックは政治のコンバージョンとリバーサルの変形スプレッドとも言えるね。初心者の人はまずこの2つのスプレッドのシミュレーションをしこたまやってみることをおすすめするよ。シンセティックはレベル190とレベル195の動画で詳しく解説してるから、まだ見てない人がいたらよかったら見てね。じゃあお悩み解決、質問コーナー行ってみよう。質問いくつかあるよ。1つ目、先物オプション手口情報は見てる？全く見てない。あれの何がトレードの参考に使えるのか未だによくわからないよ。有効な活用法を知っている人はぜひコメント欄で教えてね。2つ目、兼業で日中は無理。夜間は0時までしか見れません。それでも可能ですか？もちろん可能だけど、不測の急変で利食いや損切りの対応ができないのは正直厳しいね。エモンならグリークスをほぼフラットに抑えて、フルヘッジベアシンセティックとフルヘッジブルシンセティックを主軸にコツコツやっていくかな。それでも不測の急変には注意してね。3つ目、先物とオプションの合成ポジションの場合、約定させる順番を教えてください。ワンティックで抜かれる金額と流動性次第だよ。例えばプロテクティブプットで先物ミニ買いプラス1枚と50円のプット買いプラス3枚を約定させたい場合、先物ミニ買いのワンティックは500円、プット買いは3000円だね。プット買いはワンティック3000円とコストが高くリータにぶつけたくない。流動性もオプションの方が薄いので、まずプット買いを差し値して順番待ち、約定したら先物ミニ買いをリータにぶつけて約定させるよ。返済するときもオプションから外していくよ。オプションは成り行き注文は絶対に禁止だよ。別の例でロングストラングルなどポジションに先物が絡まないケース、200円のコール買いプラス1枚と90円のプット買いプラス2枚を約定させたいとする。この場合はコール買いのワンティックは予備値5円ルールで5000円、プット買いのワンティックは2000円だから、まずワンティックのコストが高いコール買いを差し値して順番待ち、約定後にプット買いのスプレッドに割り込む。スプレッドが開いてなければ売り板にぶつけてもいい。枚数が多く短時間でさばききれないときは先物ミニを一時的に当ててデルタを消し、マーケットの動きによるオプション価格の変動を封じておくよ。その時の状況次第って部分もあるけど、だいたいこんな感じだね。ありがとう。みんなも何か聞きたいことがあったらコメント欄に書いてね。最後までご視聴ありがとうございました。